皆様ごきげんよう。私、ゆうすけハニビーと申しますわ。本日は皆様に彼との愛の巣をご紹介したいと思いますの。しょうもない茶番は置いときまして、本日はですね、ルームツアーをしたいと思います。イエーイ。私たち今、アメリカのロードアイランド州っていうところに住んでて、場所としてはニューヨークとボストンの間ぐらいにある州で、アイランドっていう名前からも分かる通り、本当にビーチにいっぱい囲まれてるっていう州なんですね。で、そこのロフトの一室に今、私と彼が住んでいます。それでは、レッツゴー。こちらへどうぞ。まずここがですね、ロビーみたいな感じで私たちは呼んでます。最近この、ポッドキャストセットといいますか、なんかすごい器具がいっぱい買ったので、それをセットアップした感じです。コンテンツの質も結構上がっていくと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。ベンチ。これアンティークストアで買ったんですけど、マサチューセッツ州の教会のね、地下にね、もともとあったベンチらしいです。シートがねこんな感じでね、なんか上がったり下がったりするんですよ。これいつ使うんですかその機能って感じですけど、ないよりはあった方がいいですよねっていう感じで可愛い機能が搭載されております。で、このアート結構迫力あるじゃないですか。こう私たちの家見回してもらうとアンティークアートがねいっぱいあるんですよ。もうほんと壁中に。彼とねセカンドブルームっていうアンティーク屋さんをやってるので、もし興味がある方ぜひチェックしてください。この女の人佇まいっていうんですかわかんないですけど、私の部屋へようこそみたいな感じのこと言ってると思うので、じゃあもうあなたはここに座ってくださいということで、私たちはここに飾りました。このタワーなんて言っていいか分かんないんですけど、これ私たちはタワーって呼んでます。これもアンティークストアで買った、多分ねもともとなんかデパートのディスプレイケースみたいな感じで使われてたものです。本当に近くで見たら結構なんですか、このサビと言いますか、年季入ってんなみたいな感じですけど、すごいね私たちはもう一目惚れしました。こんな感じでねドアが開くんですけど、中に私たちの好きな小さいものとか、こんなね私猫大好きなんで、この猫のなんか金属クロームのやつとか、私たちの写真とか、私たちの犬のプルーの写真とかいろいろ飾ってます。でここはなんかグラス系で、ここもグラス系でっていう感じで、おしゃれな収納スペースが欲しかったんですよね。パッと目を引くし、何でしょう、こうベーシックじゃないこのなんか変わってる感じがね私たちは好きだったのでこれにしました。下のところは、お酒を収納する場所として使わせていただいております。こんな感じでわっわっこの木がね死にかけてるんです。どうしたらいいですか？私たちの家ね、木買ってもね、植物買っても結構すぐ死んじゃうんですよね。手入れ悪くしてるつもりないんですけど、なぜか死にやすいです。なのでもし助け方わかる人がいれば、コメント欄でぜひ救い方を享受してください。お願いいたします。ここがリビングスペースっていう感じです。まずこのソファーね大好きなんです。このソファーもうこんな感じでもうすぐ寝れるわって感じなんですけど、このソファーは、ミューズソファーっていう名前のソファーです。デザインウィズンリーチっていうこっちの家具屋さんがあるんですけど、そこで、買いました。スウェードっぽいマイクロファイバーの表面で本当に柔らかいしふかふかやし、もうベッドみたいな感じで使えるソファーです。大好きです。ここに、この前の動画で紹介した私たちのヨーロッパ旅行の本もここに入ってたり、他には何があるかな、ファッション系の雑誌が入ってたり、ヴィンテージのライフマガジンが入ってたりって感じで、どんなお客さんが来ても読めるなんかバリエーションをね取り揃えたくて、マガジンホルダーがここにあります。で、このテーブルは私のパズルテーブルって呼んでて、私がパズルをする専用のテーブルです。これはレストレーションハードウェアのアウトレットで買ったテーブルですね。一番最近買った家具です。もう大好き、お気に入りって感じです。でこの2つはアンティークストアで買ったベンチと椅子です。なんか見た目が好きだったので買ったんですけど、何でしょう、全然まとわりない感じのシーティングスペースが出来上がりましたっていう感じです。でこのね椅子ね、私もともとデスク用の椅子として使ってたんですよ。私たちねお互いのことアモーレって呼んでるんですけど、なんでアルモーレンって呼んでるんですかって話ですけど、分かりません。このクレデンザって日本語で何て言うんですかね。これ私も大好きな家具なんです。これもレストレーションハードウェアで買ったやつで、普通だったら多分テレビとか置くと思うんですけど、私たちテレビ見ないのでディスプレイ用の棚みたいな感じで使いたいなって思ったので、今みたいなセットアップにしてます。この子名前タキ
滝です。よろしくお願いします。これ確か丸二のだったと思います。私たちが勝手に滝ちゃんっていう名前をつけてるだけなので、公式の名前ではないので失礼いたしますっていう感じです。クレデンザをテレビ用にね使いたくなくて、代わりにこの壁中にねこうアンティークアートをいっぱい飾って、これをなんでしょう、テレビのチャンネル、例えばだからこれは一つのチャンネル、これは一つのチャンネルっていう感じで来た人をね楽しませようっていう感じでこのギャラリーウォールをするきっかけになったって感じです。でもここのスペースはね鏡用に残しておきたかったんですよね。でもその鏡どんな鏡がいいかなっていうのでなかなかね見つからなかったんですけど、フレームがついてる鏡を見つけて、もう完璧やんみたいな、これ探してたやつやんってなって、もう一瞬で買いました。すごいでかいです。このテーブルはヘイっていう家具ブランドのテーブルです。ここで私たちご飯食べたり仕事したりショーを見たりっていう感じでね、このテーブルで時間過ごすことが多分一番多いんじゃないかっていうぐらい本当に私たちの生活においてもう基盤になってるテーブルです。椅子がねバンジーチェアっていうんですけど、こんな感じでもう本当にバンジージャンプみたいな感じでこのビヨンビヨンみたいな感じになるんですね。見た目結構なんか座りにくくないんで感じだと思うんですけど、実はめちゃくちゃ座りやすいです。本当にこう自分の体にねこう沿うようになってるので、お尻に肩がつくことだけは気をつけてくださいって感じです。なんかフランスのデザイナーが作った椅子で、彼がね昔ドーバーストリートあるじゃないですか、ファッションのお店で、そこでカフェでこの椅子が使われてて、もう一目惚れして買ったっていう感じらしいです。でこのねディバイダー屏風みたいな感じなんですけど、これはアンティークストアで買ったやつです。もうね私たちの家本当にもうなんかいろんな要素が混ざってて、統一感なさすぎやろって言われたらもう本当にその通りですよって言うしかないんですけど、いろんな要素を混ぜて家具をねコーディネートするのが好きなので、アジアの要素が家に欲しいなと思ってこれを買いましたって感じです。で向こう側にキッチンがあるんですけど、キッチンはちょっとまだあんまり綺麗じゃないのでリノベーションしてからご紹介させてください。ここが、私の彼クリスのスタジオとなっております。デスクで絵を描いたりスケッチしたりっていう感じで、私はこのテーブル使わないです。彼用の、テーブルとしてここにあります。最終的にはねなんかここに収納スペースみたいなの欲しいなと思ってるんですけど、まだ探し中って感じですね。はい。最後にベッドルームを紹介したいと思います。私たちの家ってロフトででっかい一室なので、空間ごとに線を引くっていう意味で何かを欲しかったんですよ。でそれでもともと持ってた無地の本棚2つ組み合わせてここに置きました。で、クローゼットがあって、でこのドア何ですかって話だと思うんですけど、実は私たちのトイレ2つドアがあって、なぜか住んでるうちにいるってなって使うのをやめました。でいずれはトイレもリノベーションして皆さんにご紹介したいと思うので、待っててほしいんですけど、その時にこの壁一面も本当にドアなしの壁だけにして、上の方にガラスの壁をつけて、そのトイレに太陽の光がね入るように設計できたらいいなって今考えてます。このベッドは私みたいなガーリーな男の子にとっては本当にもう大好きって感じのこのふかふかなベッドになっております。このシーツとか枕とか全部パラシュートっていうブランドで買いました。名前はプルーって言うんですけど、プルーがこんな感じでいつもここで寝てます。可愛いですね。ここもう端っこの端っこで何してんのって感じですけど、ここが私の YouTube スタジオとなっております。このデスクトップでいつも動画を編集してて、この机もねアンティークストアで買ったんですけど、アメリカの学校で使われてる机らしいです。なんかねこの小さいスペースにぴったりはまる感じで本当に完璧やなって感じです。お道具箱って入れるとこあるじゃないですか、学校の机にね。そんな感じでアメリカにもお道具箱があるらしいです。わかんないですけど USM っていうブランドの収納棚みたいなのがあります。私ねカバンスタンドだけじゃ収まりきらないぐらいあるので、ここも、収納スペースとして使わせていただいております。もし私カバンどんなの持ってるんですかっていうの気になる人がいればもしコメントしてくれたら私動画作りますのでよろしくお願いいたします。カバンのこと大好きなので、本当にカバンのこと話してくださいって言われたらもう私も1時間でも2時間でも全然話せますよっていう感じなのでぜひコメントでよろしくお願いいたしますね。はい、ということで今日はルームツアーをさせていただきました。適当にバーって話しちゃった感じなので、ここをもうちょっと細かく話してくださいとか、この家具気になりますとか、なんかそんなお声があれば、お話も別でさせていただきますのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。